モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー158超 SD 戦国伝武人キラ鋼編のキットテンレイガンダムを作っています。1996年に発売されたキット塗装パートその1です。まずは軽装形態を製作するフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。色分けする箇所にモデルカラーのホワイトグレーを水で溶いて薄く塗っていきます。マットな塗膜を作り、色分け箇所の目印にもなるので、その後の塗装が効率よくなります。一手間ですが、この下地塗装は欠かせません。今回使った塗料の他に題材によって使う下地塗料には、同じファレホのゲームカラーデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかがあります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。色分けの1色目は濃いグレーです。モデルカラーのダークグレー、ワン部などに。使用した筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ、効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。緑です。モデルカラーのライトグリーンです。明るいカラーですが、隠蔽力はそこそこ強い塗料です。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。刀の絵などに。ゲームカラーのブラッディレッドです。頭部、脚部、胴体にそれぞれ色分け箇所がありました。鮮やかな赤カラーです。均一な色塗りになるように、シタデルカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。ファレホの隠蔽力が強いのは、顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。ゲームカラーのシルバーです。胴体、武器の刀にも使っています。銀色のさすがの発色の強さです。モデルカラーのホワイトグレーを再びです。胴体パーツの背面に上塗りで塗装箇所がありました。BB 戦士はガンダムシリーズのモビルスーツを2、3頭身で表現、リフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。色分けのメイン。一番塗装箇所、面積が大きかったのは、ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。ファレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所では、頭部、胴体、腕部、脚部、刀、鞘に全般に塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。仕上げ工程です。フェイスの墨入れにマービー4ドローイングのブラック 0.03mm 極細ペンを使いました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。頭部を含む白パーツの墨入れにモデルカラーのライトグレーを水で薄めて染め塗りしました。ディティールに流れ込み自然な陰影がつきました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは武器の刀を鞘に収めておきます。ボディパーツに脚部を左右取り付けます。
左腕から順に腕部を取り付けます。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。頭部をジョイントして完成です。鞘は左腰に装着してフロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から同じ武人キラ鋼編のキットを見ていきます。まずはナンバー157大竜ガンダムです。地上最強編以降に登場していた白竜ガンダム白竜大帝の息子という設定のキャラクター。百鬼夜行衆に襲われていた天霊ガンダムを助けた一人です。ナンバー159重波ガンダムです。大将軍付きのお庭版で白虎丸に変身します。まとっている鎧が武器形態になったりもします。雷竜と共に天霊ガンダムを助けた一人です。ガンダムヘビーアームズカイがデザインベースとなった武者です。ナンバー160はサイガガンダムでした。ガンダムデスサイズヘル、そしてギラ動画サイコミュ試験タイプがデザインベースで、サイコ動画形態への変形もできるキットでした。百鬼夜行衆に参加していたこともありました。ナンバー161百列小ガンダムです。プロトゼータがデザインベースとなっているキャラクターで、パーツは戦国伝風林火山編の武者百式会がベースで流用キットでした。ネオバスターキャノン、ネオツインバスター、フル装備状態は自立が難しいほどのボリューム感です。ナンバー165は武者トールギスです。文字通りトールギスがデザインベースの武者ガンダムです。キットでは部下の DO を再現可能な設定になっていました。ちょっとダーティーなシルバーグレーのボディが印象的なデザインでした。ナンバー166はガンダム X がデザインベースとなった新王ガンダムです。トールギスとは親友関係。ブラスターが真の覚醒を遂げた姿です。武器として刀、バスター種子島、月光砲を持ち、大将軍の面影もあるキャラクターです。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー158天霊ガンダム塗装のパートその1で軽装形態のパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。